おなじみのフジテレビシリーズでございます。ちょっとなんかね、いろいろ、長谷川豊さんとかですね、三浦瑠麗さんとか、高中平蔵さんとか、もう超固有メンツとですね、フジテレビについて語ってまいりましたが、ちょっとお腹いっぱいツーマッチかなと思いまして、以前にですね、教えて堀江さんっていうコーナーで、やっていたフジテレビの歴史についてもう一回おさらいをしたいなっていうふうに思っております。ここに、やっぱりフジテレビの闇というか、こういったものが隠されてるなというふうに思ってます。動画長いんで、見るのが苦痛だなと思われる方はですね、ぜひ本を読んでみてください。メディアの支配者上下巻あります。二重らせんっていうそれの続編もあります。続編には私の名前もたくさん出てきます。ちょっと長いですけれども読んでほしいのと、噂では盗作疑惑とか言われてますけど、徳間書店っていう会社からですね、刑罰というですね、血族、血の結びつきっていう意味で刑罰って言うんですけれども、刑罰って本が徳間書店から出てたんですが、発売禁止になっておりますので、デジタルデータもございませんし、Amazon マーケットプレス等でしか買えません。僕こういう動画をやるたびにですね、その刑罰を紹介してまいりましたが、なんと今回ですね、価格を確認してみたら8万円を超えてました。本当すごいなっていう。こんなに価値の上がる発金本ってあんのかっていうぐらいですね、この刑罰って本はですね、めちゃくちゃ面白いんで、実名じゃないんですけれども、実名が想像できる名前で、一応フィクションという形で書かれてますけれども、僕は想像するに、かなりの部分が本当なんじゃないかなっていうふうに思います。こちらの方もおすすめでございます。私のお話はですね、こういったところから見聞きした話、実際に私が体験した話、私が直接関係者から聞いた話、そういったものを元にして、フジテレビの歴史をですね、紐解いていきたいなというふうに思っております。フジテレビなんですけれども、JOCX-TV。これはコールサインですね。放送局みんな持ってるんですけれども、放送局、電波局ですね。みんな持ってるコールサインですけれども、これは JOCX。日本の電波局ってみんな JO から始まります。JOAX が日本テレビ、JOBX が TBS テレビ、そして CX がフジテレビとなっております。多分おそらくなんだけど、最近思ったんだけど、総合放送局として作られた最後じゃないんだけれども、当初免許をですね、教育系と総合系で出すと。総合放送局というか何でもやれる局。でも教育系の放送を多めにしてくれみたいな、お話とかもあったりとかしたんですけど、で、DX がないんですけど、DX になんかもう一個総合局割り当てようとしてのったのかななんて思ったりもします。旧ネット、日本教育放送だったテレビ朝日が4局目出てきますけれども、これが EX になってます。六本木にある EX シアターは EX から撮ってますね。テレビ朝日のコールサインから撮ってます。よくですね、フジテレビの社員はですね、自分の局のことを CX って言いますけど、そういう文化があるんですかね、フジ産経グループって。なんか、日本放送の人たちとかもなんかそういう、ジョルフでしたっけ、コールサイン文化みたいなのがあるのかな、よくわかんないんだけど。よく LF って言ったりするのわかります？日本放送の社員の人って自分の局のことを LF って言うんですよね。これは余談ですけれども。LF ってでも一般的に言うと、超波、ロングフリークエンシーかな多分。超波のことを言うと思うんですけど、コールサインになってるからずっと LF って言ってるのもなんか変だななんて思ったりもしてるんですけど、それはちょっと置いといて。日本テレビがビジネス成功させたんですよね。戦後、日本初の民放テレビ局でコマーシャルのモデルを、当時映画界がね、もう大流星の時代なんですけれども、テレビは下に見られてたニューメディアだったんですけれども、なのでね、当時はまともな会社に就職できなかった全教頭世代の人、大体逮捕歴あるんで、一般的な大手企業とか就職できないんですけど、そういった人たちが結構就職してたりとかして、だからちょっと左寄りの人が多かったりするのもそういう傾向があるのかななんていうふうに思ってますけれども、テレビ局とかその制作会社に入ってる人たち多いですよね。その人たちがまだ現役だったりするのがまたあれなんですけれども、フジテレビの場合もですね、AXBX の日テレ TBS はもともとラジオ東京、そして東京放送ですね。だから東京放送、ラジオ東京テレビが東京放送になった。その2つがですね、やっぱり先行して儲け出してたんですよね。だから、いろんな会社が電波の申請を出してたんです。で、文化放送、日本放送、そして東映とかですね、東宝とか、松竹かな。映画会社も。いろんなメディア系の会社がテレビ局の電波免許で申請してたんですが、日本放送、そして文化放送、映画会社が共同出資して最初にフジテレビ作られます。初代社長は水野茂雄さんという方で、その人は文化放送の社長もやってた方なんですけれども、その後ですね、日本放送のオーナー社長になるですね、鹿内信孝さんと戦前から親交があって、その後ですね、鹿内信孝さんはもともと
労働組合担当だったってことでですね、水野さんなんかもそうなんだけど、多分水野さんもともと共産党なんですよね。で、獄中で転校して資本家になるわけですけども、その後財界四天王って言われるようになるんだけど、その方々が日経連という団体を作って、そこで共同出資して作られたのが日本放送。これはだから労働対策のプロパガンダ放送局ですね。文化放送は聖パウロ教会という宗教放送をやりたいところと、オ文社っていう学習出版社ですね。こちらが大学生向けの深夜放送をやりたいとか、大学生とか受験生向けの放送をやりたいということで、電波免許っていろんなところが申請するんで、やっぱ公共の電波を使うということで、一つの会社になかなか認められにくいんだけれども、そういった形でやったということで、まとめられて日本放送、そして文化放送ができて、これが共同出資して、あと映画会社か。だから今でも東宝がね、株主にいますよね、フジテレビの。文化放送も株主います。日本放送がなぜ株主にいないかっていうと、その後ですね、後で言いますけれども、今、すごくフジテレビに41年間居座っていると言われている日枝久志さんがクーデターを起こした。で、日枝さんがフジテレビ生え抜きの社長だったから、なんで日本放送っていうラジオ局がテレビ局の上にあるんだっていうよくわかんない理由で、この親子を逆転させなければいけないっていう、全然そんな必要ないんだけどな。資本家の側から見るとそうなんだけど、そういったことを日枝さんがやるということで。なので日本放送が株主からもいなくなっているんですね。というのが今、フジの、作った時の概要なんですけれども、会社作られて、水野さんはですね、ちょうどその頃ですね、KFC に陥っていた産経新聞社っていう大阪系の経済新聞。東京は日経、大阪は産経だったんですけど、産経を東京に持ってきて、登場作戦っていうのをやったんですけど、東京に持ってきてですね、総合新聞社にしようと。もともと経済誌だったんですけど、経営危機になってる、そこにスポンサードして傘下に収めて、そしてですね、東京で産経新聞。これまた大手町のですね、すごく一等地の土地を払い下げられるんですけど、それがまあ今の富士メディアホールディングスの屋台骨を支えている産経ビルというですね、不動産管理会社の礎になってますけれども、その産経新聞社ですね、まあ東京に持ってきて何を最初の頃やったかっていうと、タブロイド紙である夕刊富士っていうのを作ったんですね。これはすごくて、まあ最近廃刊になっちゃいましたけれども、ザクザクというウェブサイトだけは残すということで、他の会社がやるのかもしれないですけど、残すと。実はですね、このザクザクに私関わっておりまして、オンザエッジとかウェブ制作会社やってたんですけれども、ザクザクのですね、最初の頃のですね、ニュースフィードシステムを作ったのが私なんですね。産経新聞のニュースソースみたいなものを取ってきて、で、それをバッチでインターネットに繋がってるザクザクのコンピューターに入れて、ザクザクの編集部員がその中から受けそうなニュースをセレクトしていくみたいな、そういうシステムを僕作ったんですよね。僕っていうか、正確に言うとうちの会社で作ったんですけど、だからちょっと懐かしいなと思ったんですけど、夕刊富士が実は結構その産経新聞の経営再建に役立ったらしいんですよね。これやったのが鹿内信孝さんなのかな？結構すごかったんですよね。基本的に新聞って宅配がメインじゃないですか。でも、産経新聞って大阪中心の経済誌だったから宅配弱かったんですよね。だから他の新聞販売者系列とかに頼まなきゃいけなかったりとかして、やっぱ宅配ってなかなかネットワーク伸ばすの大変なんですよね。ほら。昔知ってる人いないと思うけどさ、洗剤とか持ってさ、洗剤とか巨人戦のチケットとか持ってきて読売新聞の押し売りとかしてた。でもなんかドア閉めようとしたら足とかドアなんかビッとかって入れてきてやる強引な新聞販売員みたいな NHK の集金人みたいなね、そういうのがですね、あったんですよ。もう今はね、そういうのやったらね、捕まったりとかするんで、やんないと思いますけど、そういう時代に産経新聞、だから宅配じゃなくて駅売りでいけるタブロイド紙だったらってことですごい業績伸びたりとかして。なので、普通はほら、日テレとかね、テレ東とか、親会社新聞社ですけど、テレ朝もそうですけど、TBS ももともと毎日新聞とかだったんだけど、毎日はちょっとね、KFC になっちゃって退いちゃいましたけれども、まあそういう経緯もあったりするということで、フジテレビはですね、そういう形で新聞社を傘下に抱えている珍しいテレビ局なんですね。で、その後ですね、鹿内信孝さんの時代、水野茂雄さんを追い出すんですね。病気になっちゃって追い出すんですけど、刑罰っていう発禁になってる本の冒頭にはですね、鹿内じゃなくて違う名前になってるんですけど、鹿内信孝を殺せみたいな表現が載ってたりとかして、うわ、すごい書き出したななんて思ったりもしたんですけれども、そういう時代がありましたと。その後ですね、フジテレビはですね、母と子のフジテレビっていうスローガンだったんで、それなりに視聴率は稼ぐものの、やっぱり振り向けばテレビ東京みたいな時代がやっぱり長かったんですよね。そんなに花形な感じではなく、信孝さん自体はもともとやっぱり日経連の専務理事
っていう、そっち系の仕事が向いてるんじゃないでしょうかね。すごい男尊女卑の文化とかってなんか女子は25歳定年制とかよくわかんないルールとかあったりとかしたんですけど、息子が春尾さんっていう方で、この人42歳で急性肝不全で亡くなるんですけど、これもなんかちょっと不可解な点がいっぱいあるんですけど、もう今となってはよくわかんないんですけど、ゴルフプレイ中にいきなり倒れて、病院に搬送されて何日か後には亡くなってる、本当謎な急性肝不全で42歳でこんな若さで亡くなるみたいな感じだったんですけど、そういうような不幸な出来事もあったりとかしたんですが、春尾さんの時代にですね、フジテレビは黄金時代を迎えます。タモリさんとか、たけしさんとか、さんまさんとか、所ジョージさんとか、いろんな方々が出てきてですね、それで黄金時代、俺たちひょうきん族とか、笑っていいともとか、みんな知ってる冠番組、いろんな番組が出てきたりとかして、非常に盛り上がった時代がありました。なんですが、それを引き継いだのが、日枝さん、当時編成部長だったんで、編成局長か。だったのがその後社長になるんですけれども、この日枝さんがクーデターを起こします。春尾さんが急死した後、信孝さんが戻ってくるんですが、信孝さんもその後すぐ亡くなります。その後、娘婿の鹿内博明さんという方が、みずほ銀行、当時、日本工業銀行ってエリートの方なんですけど、その時、頭取の方かな。その頃はまだ、鹿内博明じゃなくて佐藤博明さんって言ってたんですけど、お前な、佐藤な、メディアは本当に含まれ、だからやめとけと。危ないぞと。お前何やられるか分かんねえぞと言われた何年後にですね、彼はすべての産経グループの役職から降ろされます。そのクーデターを企画したのが日枝久さん。最初の取っかかりは産経新聞の取締役会なんですけれども、そこで石膏、つまりスパイの役をしていたのが当時社長室長かなだった隅田さんという方で、僕はこの方とも実はご縁がありまして、それこそ秋元康さんに紹介されてもらったのかな。僕が昔産経の仕事をしていて、今でも産経またなんか仕事したいよねみたいな話だったかな。それでお会いしたんですけど、その後こういうことになって、隅田さんからですね、本当にフジテレビ争奪戦の真っ最中にですね、いきなり電話かかってきて、堀江さん、僕をフジテレビの社長にしてくれるんだったら、協力します。協力って何なんだろうと思って。僕まだその頃そんなにフジテレビの歴史今みたいに詳しくなかったから、協力するって何なんだろうと思って、ちょっと怪しい話だなと思って断ったんですよ。でもこれさ、今思えば、隅田さん、日枝さんの弱みとか知ってたんじゃねえかな。多分知ってたんだと思うんだよね。だって日枝さんのスパイをやってたような人だから。日枝さんに言われて鹿内博明さんのことを監視してた人ですよ、その隅田さんっていう方は。その論功交渉で産経新聞の社長になったんですから。これも実話なんで、僕が実際に隅田さんから言われたことなんで。いやー、それ、あの時隅田さんの話乗っときゃ終わったなと思って。いや、まさかね、それは権力傍実がこうね、なんていうのか、渦巻く世界だったの、うすうすなんとなく分かってたけど、そんななんか、スパイとかね、諜報みたいなことやんないと、やばい会社なのかとまでは思ってなかったが、やっぱ僕がお花畑でしたね、脳内が。隅田さんはそれを見て、俺をフジテレビの社長にしてくれるんだったら、協力するって言ったわけじゃないですか。つまり、俺が協力したら、ライブではフジテレビが買えると思ったんだよね。だからそれだけの爆弾ネタを持ってたんだと思うんですよ。でもね、奇跡に入られて個人になられたんで、もう、清水さんのその話は聞けないんですけど。で、その後ですね、鹿内博明さんを追い出した後、鹿内家の影響力を削ぎたいので、というのはやっぱ株式を分散してるという、要は分割相続ですから、信孝さんが生きてた頃は、日本放送半分持って、日本放送が全ての富士山グループの会社を関係会社、子会社にしてたから、もう日本放送さえ握ってれば、信孝さんは安泰だったわけですけど、亡くなられたんで、相続放棄した人もいたと思いますけど、弘明さんとか弘明さんの奥さんとかいろんな人たちにこう相続されてたんですね。で、分散してるとはいえども鹿内家がある程度まとまった株を持ってるっていうのは目覚めが悪いということで、日枝久さんはあることを画策すると。それが上場なんですよね。で、上場して、フジテレビ、そして、日本放送、相次いで、1年後に上場するんですけど、そして、株を IPO するんで 10% とか 20% とか売るんですけれども、そうやって鹿内家の持ち分を薄めていこうという戦略を取るわけですね。その結果としてかなり薄まったんですが、フジテレビの親会社は未だに日本放送で、その限りであれば、フジテレビいくら日本放送の株を買おうが、日本放送の株の議決権はないんですよね。25% 以上という目安があるんですが、25% 以上持ってる、自分のところの会社の株を持ってる株主の、そこの会社の株を買ってもですね、議決権ないっていうルールがあって、
これをなんとか解消するために最後の仕上げ作業として MSCB っていうのを大和証券が発行を手伝ってやって、それでその資金調達した金で、ちょうど日本放送に対して TOB をかけてる最中に、我々が時間外の市場内取引であるトストネット1っていうところを通じて外国人株主を中心に買い付けたんですね。それで 35% 以上大量取得した。これがだから TOB 規制の穴だというふうに言われて、その後この穴は塞がれるんですけれども、当時我々は金融庁に事前にノンアクションレターを出して、それでこれは合法であるということを確認した上でやってたんで、当時のゴミさんっていう金融庁長官は異例の声明を出してます。ウェブ動画やってるこの取引は、合法であると、適法であるってことを言ってるんですね。これはノンアクションレター出してたからなんですけれども、我々は本当に法にのっとって頑張ってやってたんですが、実際この時にもうすでに検察は動いてたというふうにも言われてます。要はあいつらはこの法の隙をついてやる汚い奴らだみたいなことを、当然フジテレビからも吹き込まれてそういうふうになってます。が、その後ですね、アラビア太郎の息子の正木ジョージさんという人がですね、日興コーディアル証券の社長の仲介とかで紹介されて、買った値段で売りなさいとかって言われて、なんでと思ったんですけど、後で、なんでの意味分かりましたっていう動画を流させていただきましたけれども。結局、リース取引を切られたりとか、いろんな金融的な圧力をライブドアかけられて、結局日本放送の株を手放して、フジテレビに売って、フジテレビに 12% ぐらいライブドアに出資をしてもらうということをやりました。資本業務提携ですね。で、その時に日枝さんと握手をしてるわけですけれども、目の奥はですね、笑ってませんでしたと。その後ですね、1年かけて、いろいろ取材と称してですね、情報活動を繰り広げて、私のネタをなんとか探り合ってて、刑務所にぶち込むことに成功して、うほうほだったというふうに思います。自分が生え抜きの会社の社長だからフジテレビの社長になりましたが、日本放送念願の子会社化しました。でもその結果としてですね、さらに株は分散してですね、前も言いましたけれども、産経ビル、なぜか上場してたんですけど、産経ビルを TOB して 100% 子会社にして10年ぐらい前に、12、3年前かな。で、その不動産収益で食ってる、定年退職したサラリーマン親父が退職金を元手にしたアパート経営を始めてますみたいな、素人が不動産経営してますみたいな状況になってると。メディア事業は当然そのプライドがあるのか何なのか知りませんけれども、稼ぎ頭は BS 富士、その次が日本放送、そして地上波のテレビ局、フジテレビってなってると。さらにここに広告が激減して今回のスキャンダルで、非常に困った状態になってるというのが今のフジテレビの現状でございますということで、フジテレビの歴史を説明させていただきました。いってらっしゃい。